ここが好きだよ日本人へようこそ。遠足や運動会、ピクニックなど学校の行事や行楽に欠かせないものといえば何でしょうか。そう、お弁当ですね。日本ではイベントごとにさまざまな形でお弁当が登場しますよね。重箱に入っていたり、一人用だったり、給食がない学校なら毎日持って行っていたという人も多いのではないでしょうか。今回はそんな日本のお弁当と海外のランチとの違いに驚いたお話を紹介します。日本人にとっては日常的に見るお弁当ですが、海外の人からはどんな風に見えたのでしょうか。こんにちは、私はジェーン。バーボンをこよなく愛するケンタッキー出身の24歳よ。今度ビジネスで日本に行くことになったんだけど、正直不安。だって日本人ってビジネスの場でも曖昧な答えしか言ってくれないし、コミュニケーションも分かりづらいんだもの。私のビジネスは自動車製造に関することなのよね。日本の技術も素晴らしいとは思うけど、やっぱりフォードが世界一だと思うわ。大学時代のクラスメイトにも何人か日本人がいたんだけど、いつも日本人同士でグループを作っていて、とっても話しかけづらかったのを覚えているわ。だから日本への長期出張が決まった時、一人では行きたくないってボスに懇願しちゃったくらいなの。そんなわがまま通るはずないんだけど。ただ一つ楽しみだったのは日本のお酒が飲めること。私の大好きなバーボンはトウモロコシで作られているけど、日本のお酒はお米でできているっていうじゃない。やっぱりお米を食べる文化だから、お酒もお米で作ったのかしら。食文化の違いって一番興味が湧くところなのよね。そういえばクラスメイトの日本人はよく日本食を食べに行っていたわ。せっかくアメリカにいるんだから、ケンタッキー名物のバーベキューを楽しめばいいのにと思っていたわ。そうそう、バーベキューにはビネガーのディップが欠かせないのよね。そんな感じで新しい食べ物との出会いを期待して、私は日本行きの飛行機に乗ったのよ。季節は春。日本では4月を基準に人事を変える企業がほとんどなんですって。プロジェクトごとにメンバーを入れ替えるわけじゃないことにもびっくりしたわ。でも飛行場から宿泊先に向かう途中の景色で、この季節に日本に来れたことを幸運に思ったわ。だって窓から見える景色が一面ピンク色なんですもの。日本の桜はガイドブックにも載っていたから、一度は見ておきたいと思っていたの。だけどこんなに美しいなんて知らなかったわ。小さな桜の花も集まるとあんなに荘厳な景色になるのね。そうそう、桜はもちろん綺麗で驚いたんだけど、もう一つ不思議なことがあったの。それは桜の木の下になぜか大勢の人が座り込んでいたこと。なんだかパーティーをしているようにも見えて、思わず出張先のスタッフに尋ねちゃったわ。出張先のスタッフはケンといって、お母さんが日本人でアメリカ育ち。どちらの文化もよく知っているから、ボスが私のためにサポートとして手配してくれたみたい。ボス最高。ケンが教えてくれたんだけど、あれはお花見って言うんですって。日本人は桜が咲くとああして桜を見ながらパーティーをするみたい。本当に桜の花が好きなのね。ちょっと面白い風習だなって思ったわ。それをケンに伝えたら、プロジェクトメンバーみんなでお花見しましょうって言ってくれたの。ビジネスで来たのに遊んでいていいのって思ったけど、コミュニケーションのためにぜひやりましょうってことになったの。そんな日本人の心遣いに私はすっかり嬉しくなっちゃったわ。日本人はいつも淡々としてフレンドリーに話すこともないと思っていたから驚いちゃった。少し日本人のこと誤解していたみたい。
それで次の週末に私の歓迎会を兼ねてお花見をすることになったの。場所は出張先の会社の近くの公園よ。驚いたことに日本の公園にはこんな風に桜が植えてあるところがいっぱいあるんですって。公園に着いたらみんなレジャーシートに座って何かを広げ始めたの。何かと思ってよく見たら四角いランチボックスに入った日本食だったのよ。はっきり言って公共の場でお酒を飲んだり食事をしたりなんて野蛮なんじゃないって思ったわ。だって私の育ったケンタッキー州はお酒は夜9時以降買えなかったり野外で飲食を禁止しているところも多いのよ。かなりのカルチャーショックだったわ。でもお花見って700年以上も続く日本の伝統行事なんですって。それならぜひとも楽しもうと思ってレジャーシートに座ったわ。念願だった日本のお酒も飲ませてもらえてとっても嬉しかったわ。日本のスタッフのみんなともだんだん打ち解けてきていろんなお話が聞けたのもよかったわ。今まで日本人とあんまり話す機会がなかったけど、きっと日本人は食事をしながら会話することで人との距離を縮めやすくしているのね。食事といえばお花見で広げていたランチボックスのお料理を見せてもらったの。そしたらその料理がびっくりするほど綺麗なの。まるでジュエリーボックスに並べられたアクセサリーみたいだったわ。綺麗に並べられたライスボールやピックを刺したフライドチキンも可愛らしかったけど、野菜をお花の形に切ったりゆで卵もアートかと思ったくらいよ。あんまり素敵だから私がランチボックスの写真を撮ったら一緒にいた人たちみんな驚いていたわ。ケンが教えてくれたんだけど、このランチボックスは職場の女性スタッフが作ってくれたんですって。プロが作ったものと思っていたから余計にびっくりしたの。もちろんテイクアウトしたお店の料理もたくさんあったんだけど、私が一番気に入ったのはこのランチボックスだったわ。その女性スタッフの名前はユミコといって10歳と7歳のお子さんがいるお母さんなんですって。お料理上手で素晴らしいわって伝えたら日本のお弁当についていろいろ教えてくれたの。そのどれもが私には初めて知ったことばかりだったから紹介するわね。日本では学校行事ではお弁当を持っていくことが多いんですって。アメリカでは毎日のランチは給食だったり自宅から持って行ったりどちらでも OK な学校がほとんどなの。アメリカで出される給食ではホットドッグやハンバーガー、あとはパンケーキなんかが人気のメニューだったわ。でも好きなメニューじゃない時は家からランチを持ってくることもあったわ。そんな時持っていくのはジャムやピーナッツバターを挟んだサンドイッチとチップスとかが多かったわね。日本では全ての生徒が同じものを食べるように決まっているんですって。同じメニューしか選べないなんてなんて自由がないんだろう。やっぱり日本って個人の意思を尊重しない国なんだわってちょっと眉を潜めちゃったのよね。そしたらお花見を一緒にしたスタッフの人たちがなんで同じメニューを食べるのか教えてくれたわ。まず日本の給食は法律に定められた栄養基準があって全てのメニューを管理栄養士の人が考えてくれているんですって。だから1ヶ月のメニューすべて全く違うものが出るようにしているっていうの。それに子供たちのリクエストでメニューを決める時もあるみたい。自由がないなんて私の間違いだったわ。私が思うよりもずっとたくさんの料理を味わえていたのね。よく世界中の料理を食べたいなら日本に行くといいって言われていた理由が分かったわ。子供のうちからそんな風にいろいろな料理を知っているからどんな国のお店ができても受け入れることができるのね。それに野菜やお肉、魚などとても食材も豊富に使われているみたい。子供たちの健康のためにそこまでコストをかけて給食を作っているなんて素晴らしいと思ったわ。日本人のスタッフの人たちが子供の頃好きだったメニューを教えてくれたんだけど、どれも聞くだけで美味しそうでとっても羨ましかったわ。
そうそう、もう一つ驚いたことがあったのよ。日本でも遠足や運動会などの時には家庭からランチを持っていくのよね。私はアメリカのランチボックスのイメージがあったから、それじゃあ普段の給食の方が嬉しくないって聞いたの。そしたら返事はみんなノーだったの。不思議に思って由美子に聞いたら、日本ではお弁当のレシピとか盛り付け方法とかの情報がとっても多いから、みんないろんな工夫をしてお弁当を作ってくれるんですって。確かに由美子の作ってきたお弁当はとっても美しかったけど、日本ではこれが当たり前なのってまた驚いたの。由美子が言うには、自分のお弁当も冷凍食品を使っているのよなんて笑ってたけど、どれもみんな美味しかったわ。それから由美子は自分が子供たちに作ったお弁当の写真を見せてくれたの。かわいいピックや絵のように飾った黒いシートで飾り付けされていたの。こういう飾り付けはスーパーなどで簡単に買えるから、日本では飾り付けしたお弁当を作るのも大変じゃないってことらしいの。ちなみに黒いシートは海苔という食べ物らしいわ。寿司でしか使わないと思っていたけど、簡単に飾り付けできて楽しそうだし、私も買ってみようかしら。日本ではこうしてお弁当の写真を SNS にアップしてお互いに参考にしたりもするんですって。ランチの写真を SNS に載せようなんて思ったこともなかったから、そこもびっくりだったわ。由美子が教えてくれたサイトでは、もっとすごい飾り付けがされたお弁当の写真がいっぱいあったの。特に子供が好きなアニメのキャラクターをお弁当で表現したものが素晴らしかったわ。あれはまさしくアートだと思うわ。給食の話の時にも思ったけど、日本人って子供への愛情を食事で示しているのかしら。そう思ったら、お弁当よりも給食の方がいいんじゃないって私が聞いた時に、日本人スタッフがみんなノーと言った理由が分かったわ。日本人にとってお弁当は家族との思い出の味なのね。そんな感じで日本でのビジネスが終わる頃には、私の中の日本人のイメージは180度変わっていたわ。日本人はちょっとシャイなところもあるけれど、仲間や家族をとても大事にして、そのためのコミュニケーションを大切にしている人たちだったわ。次にボスから日本への出張を命じられたら、答えはもう決まっているの。イエスってね。アメリカではスキンシップや言葉で仲間や家族への愛情を示します。一方日本ではそうした愛情の示し方はまだまだ一般的ではないようですね。もちろん言葉や行動による愛情表現もとても大切な方法です。ですが日本ではおもてなしに代表されるように、間接的に相手への好意や尊敬を表す方法がたくさんあります。日本に来る海外の人にもぜひ感じてほしいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。